皆さん、こんにちは。たぬきおやじの Excel 勉強会にようこそ。シリーズ Excel の流儀では、Excel を素直に使うためのポイントをご紹介しています。今回のテーマは、Excel の超基礎。これを知らずして Excel を使うな。アクティブセル領域です。では、早速始めましょう。アクティブセル領域。知らなくても Excel は使えます。でも、知っていれば、Excel の使い方が変わります。そんな、アクティブセル領域についてご紹介しましょう。皆さん、データをテーブルに変換するとき、どうやってますか？ Excel のヘルプには、一つ目の手順として、1、データ内のセルを選択します。と書いてあります。皆さんがやる、一番多い方法は、このようにデータ全体を選択する方法だと思います。でも、皆さん、ヘルプをよく見てください。データ内のセルを選択と書いてあるんです。データ範囲を選択とは書いてないんです。そうなんです。ここでデータ範囲を選択する必要はないんです。テーブルに変換したいデータの中の一つのセルを選択すればいいんです。では実際にやってみますね。データ範囲内のどこでも良いので、一つのセルを選択します。挿入タブ、テーブルの順にクリックするか、コントロールキーを押しながら T キーを押してください。テーブルの作成ダイアログボックスが表示され、テーブルに変換するデータ範囲が正しく選択されていると思います。しかし、皆さんのデータで同じことをしても、テーブルに変換したいデータ範囲が正しく選択されないことの方が多いと思います。これが皆さんが普段作っているデータです。実際にやってみますね。データ範囲のどこでも良いので、一つのセルを選択します。コントロールキーを押しながら T キーを押します。すると、テーブルに変換したい範囲以外も選択されてしまいました。このようになる原因は、このデータを作った人が、アクティブセル領域を理解していないからです。それでは、アクティブセル領域についてご紹介しましょう。Excel の流儀。Excel の並び替え、フィルター、ピボットテーブルなどのコマンドでは、ユーザーが一つのセルのみを選択した場合には、処理の対象範囲を自動的にアクティブセル領域に拡張してから、コマンドを実行するように作られています。そのため、Excel のテーブル作成のヘルプの最初の手順は、1、データ内のセルを選択します。となっているわけです。アクティブセル領域とは、アクティブセルを起点に空白行、空白列で囲まれた範囲。ユーザーもコントロールキーとシフトキーを押しながらアスタリスクキーを押すことで選択できます。と、Excel のヘルプに書いてありますが、実際のキー操作としては、コントロールキーとシフトキーを押しながらコロンキーを押すの方が正しいですね。点キーのアスタリスクでは作動しませんので、エンターキーの2つ左にあるアスタリスクキーを押してください。また、アクティブセルがアクティブセル領域内にある状態なら、コントロールキーを押したまま A のキーを押す。すべてのセルを選択するショートカットキーでも、アクティブセル領域が選択され、もう一度、コントロールキーを押したまま A のキーを押すことで、すべてのセルの選択が実行されるようになっています。では、実際に Excel の画面での操作をご紹介しましょう。このシートは、先ほどのアクティブセル領域を理解していない人が作ったシートです。それでは、データ範囲内の D10 セルをアクティブセルにして、コントロールキーを押しながら T キーを押してテーブルに変換します。先ほどと同じですね。本来、
A5 セルから I16 セル範囲をテーブルに変換したいのですが、Excel は A3 セルから I16 セルをアクティブセル領域として認識しました。この結果は、先ほどの説明を聞いた後の皆さんにとっては、当然の結果ですよね。Excel は、アクティブセルを起点に、空白行、空白列で囲まれた範囲を認識したのですから。アクティブセルを起点に、空白行、空白列で囲まれた範囲を、もっと簡単にご紹介しましょう。計7セルをアクティブセルにして、コントロールキーとシフトキーを押しながらアスタリスクキーを押して、アクティブセル領域を選択してみます。押してますよ。そうです。計7セルをアクティブセルにした状態では、計7セル自体が四方を空白行、空白列に囲まれているので、この状態でのアクティブセル領域は、計7セルだけということです。さて、ここまでの話を聞いて、このシートのデータ領域を正しくアクティブセル領域として認識させるには、何をすればよいのかわかりましたか？そうです。5行目を選択して、行を1行挿入すればよいのです。そうすることで、データ範囲が空白行、空白列で囲まれて、正しくアクティブセル領域として認識できるようになるのです。ただ、今回のシートの場合、そのまま5行目に1行挿入すると、4行目のセル書式を引き継いでしまうので、そんな時は、18行目以降のセル書式が設定されていない行をコピーして、5行目を選択して右クリックのコンテキストメニューから、コピーしたセルの挿入を利用した方が良いでしょう。挿入した空白行は見た目に邪魔ですので、5行目を選択して右クリックのコンテキストメニューから、非表示を選択して行を見えなくすることをお勧めします。せっかく Excel が自動的に認識してくれる範囲なので、アクティブセル領域が空白行、空白列で囲まれた範囲であることを意識したシートの使い方を心がけましょう。フィルハンドルとアクティブセル領域。F2 セルに金額を求める計算式を入力した後、皆さんならどうしますか？ F2 セルのフィルハンドルを F10 セルまでドラッグしていませんか？ここでは、フィルハンドルはダブルクリックするんです。Excel はフィルハンドルをダブルクリックすると、そのセルを起点にアクティブセル領域を認識して、領域の一番下の行まで、フィルを実行するように作られているのです。それでは実際にやってみましょう。今回は、計算式は入力済みです。また、最終行までフィルされていることがわかるように行数は減らしてあります。それでは、F2 セルのフィルハンドルをダブルクリックします。F2 セルを起点としたアクティブセル領域の一番下の行である F10 行までフィルが実行されましたね。今までマウスで数万行もドラッグしていた皆さん、お疲れ様でした。今日からはダブルクリックで楽してくださいね。ただ、そのためにはアクティブセル領域を意識したシートの使い方が必要なんです。ダブルクリック、便利でしたね。でも、それも過去の遺産です。現在の Excel にはテーブル機能が追加されたので、データはテーブル化が必須です。テーブル化すれば、金額の計算式をコピーする必要すらありません。テーブルの基礎動画でご紹介しています。ぜひ、ご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきますね。いかがでしたか？お役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、始めよう。